皆さんこんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is episode 28. 最近 SNS のトレンドで英語なんですけれども I'm blah 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 but I'm not afraid to admit that だだだだみたいな、知っていますか？例えば私はセラピストだけど自分自身のメンタルヘルスが、すごく悪い時期もたまにあります。でもそれを恥ずかしく思っていませんみたいな自分の職業と、その本音、周りの人は知らないかもしれない本音とかを話すっていうトレンドなんですけれども、結構面白いなと思うのも多くて、その今挙げたセラピストとかだったらセラピーのセッションの時って患者さんとかの話しかしないじゃないですか。なのでセラピストの人がその日どんな気分なのかとか、セッション中にどんなことを感じたのかとか、そういうことって私たちは知らないですよね。でもセラピストの友達とかに聞いてみると、意外に例えば患者さんの話を聞いていて自分自身のトラウマを思い出して大変だったとか、そんな話も聞くので、いろんな人が自分の職業をすごくプロフェッショナルにやっているのは素晴らしいことですし、その本音を知っておくのもいいなと思いました。なので今回のエピソードはそれぞれの職業の人たちが本音を言うっていうトレンドにちょっと影響を受けたやつで、私が自分の生徒とかフォロワーさんには普段は言わないけれども、日本語の先生として、少し思っていることとか本音とか悩んでいることを、お話しします。今も私の授業を受けてくれている生徒たちがいますし、フォロワーの皆さんも私を多分日本語の先生として見てくれているので、弱みとか本音を言うのはちょっとリスクのあることですけれども、最近Say Japaneseスクールを立ち上げていろんな講師の方と、お話ししたり悩みを聞いたり、あとはいろんな生徒がいるってことを知る機会があったので、今回そういうお話をするのもちょっと楽しいかなと思いました。では一つ目、これはもう皆さんも簡単に想像がつくと思いますが、日本語の先生でもわからない日本語とか忘れちゃった文法とか説明の仕方がわからないこととか、たくさんあります。これは多分どの言語でもそうだと思います。もちろん勉強をしているし資格を取ったり、日々いろんなことを調べたり、していますが、もちろん忘れてしまうこともあるし、あとは日本語だとこの文法とこの文法どっちが正しいですかとか言って調べると、もう本当に意見が半分に分かれていて、どっちが正しいのか実は誰も知らないみたいな微妙な文法のルールとかもたくさんあります。あとは知ってるしわかるけど、でも説明の仕方がわかんないみたいな、簡単な日本語でもじゃあ自己紹介しましょうとか言って、私はさやですって言った時に、もし私はの和はなぜそこにあるのかって聞かれたら、多分日本語を教えたことのある人とかじゃなかったらもうわかんない、答えられない人が半分以上だと思います。なのでもちろん普段からしっかり勉強を続けて、なるべくうまく教えられるように準備しておくっていうのも本当に大切ですけれども、教科書とかで見たこともないし考えたこともなかったこととかを質問された時に大切にしてるのは臨機応変さと頭の回転かな。臨機応変さっていうのは、もし簡単な文法とかだったらその場で自分で法則性を見出して、自分なりの説明を作るとか、逆に本当に自分の勉強不足で答えられないと思ったら他の文法を説明しているサイトとかの助けを借りるとか、あとはもうちょっと調べておきますって普通に言っちゃう。一番大切なのは間違ったことを教えないことだと思うので、それだけは気をつけるようにしています。あとは説明の仕方とかはもう教える中で学んでいくことが大半です。いくら準備していくら
分かってくれるかなって思う説明を用意しても、いざ教えたら全然分かってもらえないとか、あとは人によって例文を見て分かってくれる人もいますし、説明で分かってくれる人もいるし、あとはもうその人の母語で説明するしかないとかいう時もありますから、もうそういうのは経験して少しずつ探し出していっていいと思っています。で、さっき言ったように今別にコンテンツクリエイターとかビデオコースの作成だけをしてもいいんですけれども、ずっと1対1のオンラインレッスンも続けていて、でその理由がやっぱり実際に教える中で、こう言えば分かってもらえるんだとか、こんなことが分かんないんだみたいな面白い発見が日々あるので、それが例えばインスタグラムのショートビデオを作るアイディアになったり、より良い教材を作る糧になったりするので、本当に感謝しています。2つ目は最近の私の一番の悩みです。日本語を教えているのに日本に住んでいないせいで、絶対日本語がわからなくなることはないんですけれども、やっぱりふとした瞬間にパッと言葉が抜けてしまう、頭から抜けてしまって、なんて言うんだっけってなることがすごく増えて、もし日本に帰ってきて友達とか家族と最初から最後までずっと日本語を話しているときは普通にペラペラ出てくるんですけれども、例えば授業の直前まで英語とかスペイン語で話していて、で急にじゃあ日本語で話すとか、あとは授業中で英語で説明していて、でじゃあ日本語に切り替えるってなった時に結構頭が混乱することがあるので、一時期もう日本語教師しない方がいいのかなって思ったこともあったんですけれども、でもさっき言ったようにやっぱり続けた方がいいと思ったので、これは日本語教師としてちゃんと脳での言語の切り替えをトレーニングしないといけないのかなと最近思っています。皆さんもし似たような経験があって、何かコツとかがあったら、切り替えのコツとかがあったらぜひ教えてください。で、もう一つ英語関係の悩みで言うと、私のフォロワーさんとかオーディエンスがほぼ英語話者なので、英語をどれくらい使っていいのかっていうのを悩むことがあります。例えば日本語を日本語で教える直接法とかすっごい効果的で、やっぱり日本語を早く上達したいと思ったら日本に住んでもう日本語を話さないといけない環境に身を置いた方がいいじゃないですか。なので私もなるべく日本語を使った方がいいのか、それともちゃんと理解してもらうっていうのが大切だから英語も使っていいのかとか、このバランスが難しいですね。日本語の先生なのに本当にその日本語の文法とか会話を教える時以外、例えばポッドキャストのタイトルとかストーリーで使う言語とか、コメントとかスクールのウェブサイトとかが全部英語なので、少し罪悪感を感じていて、もうちょっと日本語を使った方がいいのかな。でもまだ日本語一切学んだことないっていう人にもスクールのウェブサイトとか見てほしいし、日本語がわからないせいで予約できませんとかなったら、それもちょっと違うなと思うので、そうですね、皆さんどう思いますか？多分上級者の人は日本語でも大丈夫ですって言うと思うし、初級者の方はいや英語じゃないとって思うと思うので、ぜひコメント欄で教えてください。では本音4つ目かな。さっき言ったようにずっとオンラインの個人レッスンを続けているんですけれども、もう今は週に10人以下でずっと同じ生徒を 2,3 年教えているので、もう全員信頼できるし、自分自身が疲れているとかいう時を除いてもうほぼストレスゼロで授業を、できていますが、昔一度にも30人40人とか教えていた時はやっぱりその中にはちょっとこの生徒難しいなって思う人も、いました。例えば、Zoom のカメラをオンにしない人
これ皆さん日本語の授業を受けてるときカメラオンにしていますか？いろいろな事情があるので私は強制はしたくないですけれども、でも例えば仕事のミーティングとかだったらお互いにカメラオフでもいいですけど、先生としてはやっぱり授業を楽しくするために、元気にやりたいし、生徒の反応を見ながら分かってるか分かってないかとかちゃんと見たいのに、向こうのカメラがオフになってると私的には壁に向かって話しかけている感じがして、結構やりづらいな、授業しづらいなって思います。あとはこれは子供とかだけど、明らかにちょっとスマホを見てるなとか、集中力が途切れてあんまり話聞いてない感じがするときに辛いって思います。もし対面の授業だったらスマホ見てたらわかるのでやめてくださいとか言えるし、もし集中力切れてるようだったらじゃあちょっと一緒に休憩して体操しましょうとか言えるんですけれども、オンラインだとそうもいかないので、自分の授業がつまらないのかなとか自信をなくしたりする時もあります。でこういうちょっとやりづらいなっていう感じだったらそれも勉強のうちの一つかなと思って全然授業をするんですけれども、本当に嫌な経験をしたこともあります。もちろんそれは体験レッスンで嫌な思いをしてもうその後教えなかったっていう感じなんですけれども、ちょっとはっきり言えないですけれども、私との体験レッスン中に男性が机の下で何かしていたらしくて、そのことを後で私に僕はこんなことしてましたみたいな感じで、報告してきたりとか、あとはその体験レッスンが始まって私の顔とか喋り方を見た瞬間にあなたは典型的な日本人女性のようにおとなしくて可愛らしい感じじゃないんですね、残念ですとか言われて、その後ずっと向こうのその人の言語で、部屋にいた他の人と私を見ながらずっと話していて、何言ってるかは分かんないけど、そういう時ってこんなこと言ってるんだろうな、私の悪口言ってるんだろうなみたいなの伝わりますよね。というか普通に授業中に他の人とずっと話しているっていうのは全然意味がわからないんですけれども、あとは文法の練習とかしていて例文作ってくださいって言った時に僕はななみちゃんを縛って殺したいみたいな、すごい普通に例文作ればいいのにわざわざそういうちょっと気持ち悪い言葉を使ったりして、もうそういう時正直もうその場で授業を終わらせたいと思うんですけれども、当時自分のじゃなくて他のプラットフォームで働いていたので評価が下がったりしたらどうしようとか思って、その体験レッスン25分間だけは耐えてその後即ブロックとかしていましたが、ちなみに今までも何人だろう、100人以上の人とレッスンをしたかもしれませんが、そういう嫌な経験をしたのは全て男性の生徒でした。全ての男性が悪いわけでは一切ないですけれども、なぜかこういうのはいつも男性ですね。で今もう2年以上新しい生徒を受け付けていなくて、その理由は普通に空き枠がないから、これ以上授業できないからっていうのもあるんですけれども、もしできるとなってももうこういう嫌な経験をした後だとかなり怖いので、なるべく避けたいなって思ってしまうんですね。なのでもっといろんな人に日本語を教えたいけれども、そういう人たちが数人いるせいでいい生徒に出会う機会を失ってしまっている他の日本語の講師たちもいると思うので、それはちょっと悲しいなと思っています。でだからこそサヤズジャパニーズスクールでは、講師の方々に何か少しでも嫌なことがあったら教えてくださいって言ってあって、でも今まで、男性も女性の生徒も本当に素敵な生徒の方ばかりで、トラブル一切なくやってきているので本当にありがたいですね。インスタとか YouTube のソーシャルメディアでも昔はダイレクトメッセージとかでさやさん結婚してくださいとか、あとは下品な言葉を言ったりする男性が結構多かったんですけれども、最近
本当に役に立っていますとか尊敬しますとか言ってくれる人が男性も女性も増えて本当に嬉しいですね。一回生理に関する、投稿をした時にすごく、性差別的なことを言った男性がいて、でそれに対して私のフォロワーさんたちがもう猛攻撃で批判したら、もうその人がすぐコメント消したみたいな、そういう時なんかすごくフォロワーの方々を誇りに思うというか、すごくいい人たちだな、嬉しいなって思いますね。なので今は本当に気持ちよく働けていて、本当に皆さんには感謝しています。というわけで私の日本語教師としての本音でした。皆さんももし自分の仕事とそれに対する本音とかがあったらぜひコメント欄で共有してください。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。